さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修司です。今回もですね、将棋大勢実況対局のをやってまいりますので、ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ではね、早速対局の方を始めていきたいと思います。今回も10分切れ負けで読み上げ音声を塚田絵里香女流初段に設定してあります。あなたが後手です。さあ、私が後手ですね。相手の方2段の方です。はい、7六歩から。じゃあ私3四歩ついてみましょう。どうしますかね。4四歩でじゃあちょっと、居飛車系をやり、振り飛車と思わせての居飛車系でいって、どうしますかね。これ銀上がって略題してみますか。近年これ非常に減ってます。この指し方をやるとまあ急戦が強力だよということで減ってるんですけど、あえてねちょっとこう矢倉で受けてみましょうか、急戦をね。相手の方銀上がってきましたね。これ左美濃でこの角道通したまま戦う順もあったんですけど、これだともしかしたらゆっくりとした将棋になるかもと言いましたけど、3六歩が早いんでまだわからないですね。さて、さあこれで私も角を引いて、で玉を寄って駒組みを進めるんですね。この5四歩をねつかないのが最近地味ながら流行でして、5四歩と突くとね6六銀か5五歩とぶつかってくるので、角を引かしてからね突くというね、ちょっとこれ非常に地味なね工夫なんですけれども、さあ歩をついてこれで矢倉ですね。はい、スタートは私の方がね振り飛車を匂わせましたけど、これはねいわゆる相矢倉戦と。さて3五歩同歩同角ね、これは矢倉おなじみの動きで、これで4六角と引いて、次先手番ですね。4六角7三桂3六銀とね角と銀がここに並ぶ形というのは、非常に好形の一つされてるんで、それを避けたいんですね。私は歩をついてちょっと避けていきます。これちょっとね知らないと指しづらい手なんですけれども、角をね、4六角と引かれると安定してしまうんですね。今言ったようにね飛車取りに引かれて飛車取りを受けると3六銀っていうね、角と銀がここの角が来てそこの脇に銀が来ると、その4六の角がねもう追えない形になってしまうと、ちょっとね高騰になってしまうので、これは解説編の方でねできればと思うんですけれども、この4五歩というのはもう分かりやすいですね。4六に角を引かせないと、こうつけばね、そうですね。これで、角を飛び出まして、これで逆にね私の角を牽制します。でこの4五歩と突く前に角を出ちゃうと4六角と引かれちゃうんですね。ですので4五歩とまず突いて、角を引かせないようにしてから、角を出るっていうのが一つ組み合わせになります。相手の方が考えてますね。はい。次にね3六歩と、ここに歩を打つと、銀がね動けなくて取られちゃうんでね、飛車浮きですか。ちょっと変わった受け方ですね。一番ちょっと強気な受け方です。寄る方がね部分的によくある形ですね。これはねバンバン動いてこいってことなのかな。一応言ってみましょう。銀上がると多分歩をついて引いて歩をつくとかねバンバン動いてくるのかなっていう感じで、違いましたね。全然ね読みが違いました。気がついちゃいましたね。これで銀上がって、一応このね、飛車矢倉っていうんですかね、こう金銀が盛り上がる形が一つの理想形と、されております。はい。で角を引いてきましたね。王様やりますか。これね先ほど3六銀4六角型って言ったんですけど、その形とねもう見比べてくれると一目瞭然なんですけど、先手がねこうなんていうんですかね、こう後継にね組みにくくなってるのねお分かりいただけるかなと思います。そして金上がってきました。これ歩垂らす手をねやりたいんですよね。歩垂らす手がね一つやれる手なんですけど、あんまり早く垂らしすぎると5七角で上がって飛車引いて取りに来られちゃうかな。桂取りますか。さてこれでね私の方は伸び伸びとした形で、今桂馬を飛んだのはね8五歩と突いとく手もあったところですね。今こう反発手があるんで、ただこの引いた時に飛車を狙うと、今同桂と取りますと、今ね同桂と取れそうですけど、同桂と取ると6六銀と上がってね毒まんじゅうなんですね。桂馬が取られちゃうんでね、なので一回引くのが、テクニックで、次にね6五桂と飛んで、例えば6六銀なら6四歩と、角が一回引いてから取る、あるいは6四歩と反発するというのが一つね、すぐ取れそうなんですけどね、すぐ取っちゃうと6六銀で、角が桂馬がね困っちゃうよということですね。はい。さあどうですかね。形勢はほぼ互角でしょうけれども、突きは非常に強気の一手ですね。ここに飛車がいるんでね、角がここに睨んでんで危なそうですね。銀が上がって歩打って抑え込めそうな感じ。銀上がって飛車寄るのかな。非常に危険な格好ですね。で8歩を突く。ちょっと銀出てみますか。これねちょっと危なそうですよね。これ歩打つと抑え込めそうな。
銀2六に出れないですからね。ここに角と銀が連結してるんでね、これはねちょっと先手の方の動きにちょっと無理がありましたかね。抑え込みが、成功しそうな。これもね本来は2六銀とぶつけられないとねいけないんですが、角が効いてますんでね、4八銀と引くしかないんですけれども、それで4六と取っとくとね、相手の動きを逆用した形になって非常に手厚いね形になるので、これね1本取ったかなという感じですね、私の方が。4六銀で取るともありますね。どっちがいいか迷う感じです。今だね4六歩と突くところでは角がこう効いてる2八飛車と引いておくとかね、いう方が良かったかもしれないです。もっと言うとちょっと6五歩が危険だったかもしれないですね。6五歩と突いて、同桂なら6六銀でね桂馬は取れるよってお話させていただいたんですけど、5三に引かれた時に飛車にねかえってこう狙われちゃったんでね、これはちょっとね作戦が、先手側のね先手の方の作戦がこううまくね噛み合わないような感じで、これも勝負手ですね。銀が引くようでは苦しいと。ただこれ銀はね美味しくいただけるので取っちゃいましょうか。さてこれでどうするかですね。銀を取ったんですけど次ね桂馬を取って飛んでこようってことですね。でもなるほどですね、銀が引くようでは形が悪いので、これでね、ここの桂頭と、4五桂を狙う。角出ますか。両取りを避けつつ角をさばきます。丁寧に指すことをちょっと目標にやってますかね、この後ね。いろんな指し手があるところです。これねやっぱ銀得大きいですから、ある程度過激にやっても形勢は勝てそうなんですけど、やはり駒得してるんでね丁寧に押していくという指し方をね、皆様にご一緒できればと。これ辛いですね。相手の方もね、ちょっと組み合わせがね合わなかったので、銀損してしまったんですけどね。矢倉もねこういうことがあるんでね、駒組みがやっぱり大事といえば大事ですね、こうやって見るとね。そうですね、銀があってこれで角をここに引きましてね、4二に引くことで4五桂をね、そうですね、この時に、どっちがいいかな、銀が上がりましてね、これで両取りを避けて、桂馬さばかれちゃうのは、非常に気分が良くはないですけれども、もともとね銀1枚儲けてますから、銀が得してますからね、これで丁寧にね受けていこうと。これも同桂と取って、ただ難しいですね。これ桂成同桂成の時にこれ同金で取ると4五歩がありますね。同銀ですね。さあでも相手の方も非常にこうテンポよくね、銀損で苦しいながらも、これは難しいですね。なるほど。歩を打つのがいいかな。歩を打って多分歩を打つんですけど、そうですね、この時に銀打っちゃいましょう。これでね、得した銀を投入して、これね今同銀だと4六角とね出てくるっていうミスだったと思うんですけど、ここに銀を引っ掛けちゃってね、銀を取れば銀飛車取りますし、飛車がね逃げれば3六銀と取ってしまった時に4六角がなくなるというシステムですね。これね得してるんで打ちやすいですよね。もともと相手の方の銀だったんでね。やはりこう駒得っていうのは大きいですよね。こうやってねなんていうんですか、ちょっと贅沢にね得すると贅沢に使えますよね。これ下にこう矢倉くっついてますからね、こう上に銀2枚いますけど、これ打った銀なんでね上1枚ねこう下の方には矢倉が残ってますから、例えば3五歩と取って2八銀成に3四桂っていう手もあるんですけど、同銀同歩で矢倉硬いですからね。やはり形勢はねはっきり、私の方がね優勢ですね、これはね。ただ非常にねそうですね、今飛車逃げるようでは3六銀でもう、勝機がないということでね、で王様上がって、これは4六角と出るとね、7分4九飛車の王手角取りがあったんでね、王様1回入りました。さてこれどうするのがいいかな。こうなるのがいいかな。さあこうなってね、さあ3四桂と打ってきますかね。もうこれはね形勢はね飛車得ですからね、形勢はっきり優勢です。ただ玉がまだね硬いんでね、私も硬いですけど、先手の相手のね方も硬いので、まだね詰まないまでは時間かかりますね。気持ち悪いですよね。この歩が2枚並んでるんでね、3四桂とか4四桂とかね打ってくる手があるんで、私の方としてはねそれをなんていうんですかね、受け切るのは難しいかもしれないので、ある程度面倒を見つつ、後期で飛車を持ってますんでね、駒を蓄えて、一気にねカウンターで仕留めるようなイメージですね。
さあ考えてますね相手の方ね。今44系か34系か。まあすぐにねこの先手の王様に次に例えばすごい厳しい手があるわけではないので、何かねやっぱ桂ですね。同銀で同歩と取って進めてくると。まあこれで私の方はね飛車を打って、まあ攻防に1回ずつこの飛車でね角を牽制して、まあこれから3五角とはねやっぱ出てこられるとまあうるさい形になるので、はいまあ受けます。まあカウンターとね先ほどちょっと言ったんですけど、少しずつねまあなんていうんですかね反撃の形を用意すると。さあこれはね迷うんですよ。金を残そう形なんで金残しますか。同金同歩成同ねって言ってもあるんですけど、金を残した方がね硬いんですね。で角を失うんですけど銀を手に入れて銀桂桂と思ってますんで、次にね、6九銀と打っていく手を狙ってます私の方は。はい。まあ相手の方もね、飛車損から今、桂損までね、盛り返したんでねかなり今ので今のやり取りですね。まず銀と桂でそうですね歩をついて、これはもう手抜きかなさすがに。はい銀を打って、さあこれがね私の狙い筋ですね。飛車を2段目に打って、間にいる駒を狙う。これはどんな囲いでもあるんですけど、まず飛車をね王様のラインに打ちまして、間にいる角と金をこう剥がしに行くと。そうですねこれで剥がしに行くと。さあこれはね詰みがあるかもしれないですね。一気にねさっき蓄えてと言ったんですけど、どうでしょうか。飛車を切ってね7六に桂打つ手なんですね。で上がって角を打って上がって詰むかな。金を打つ引く詰みそうだけど詰まないかな。いや7六桂と打てば分かりやすい必至なんですけど、飛車切って詰めもかっこいい。飛車切って同金7六桂王様上がる8八角、7六玉。まあそこまでしなくてもですかね。桂馬打ちますか。まあこれは手堅いですね。飛車切っていけば、まあ飛車体が王手じゃないんで、まあいきなり詰むわけじゃないですけど、飛車切って同金で桂を打っていく手があったということですね。で飛車を成ると。やはりこう2段目に飛車を打ってね間の駒を狙う。今度こそねこれは詰みそうだなと思ったんですね。同馬同玉桂馬を打つ。まあ大概詰みですね。同馬と同竜と取って、この時にね桂馬を打ってね意外と狭いんですねこれね相手の王様ね。はい。これで角金銀と持ってますから、まあ、王様をね8八玉と上がったら7九銀と打ちまして、7七玉に5九角と打ってね、はいそちらに上がる方がまあ見た目は難しいですけど、これ角打つのはねいいですね。で7七に逃げられないようにしていいですね。ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。今回はね相矢倉だったのでね若干古い形の相矢倉に積んだんで、細かなね、やっぱ模様の取り合いというのはねいかに大事かというような将棋になりましたね。この辺り、解説編の方でポイントもね、説明させていただきますので、ぜひねそちらの方もご覧いただければなと思っております。この動画が良かったらグッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。さようなら。